こんにちは。こんにちは。今日はショアジキングを始めるにあたって必要な道具を紹介します。はい。最近俺ら最近っていうかさ、はい。もともと海釣りから始めたんだけど海釣り始めて、でもやっぱ手軽さゆえ、はい。バスの動画が多くなって、ですね。で見てる人はバサーが多分多いと思うんだ。はい。で最近また冬になって海釣りに戻ったら、はい。海釣りしたいってコメントが結構来るんで、へえ。多分バサーが海釣りも体験したいっていう。ああ、でもね、なるほど。海釣りいいんだよ。ですね。さ、はい。60センチのブラックバスはい出てするやん。60センチのブラックバスと、はい。60センチのブルーギルとか、はい。60センチのチヌとか、はい。引きを比べたらバスってね全く引かないらしい。だってさ、60センチのエソですらさ、ギーってこんな太いロッドでさ、うーってなるぐらい。バスやったら絶対そこまでですね。釣ったことないから知らないけど、でもなんか村田はじめが言うには、バスは魚の中で一番引かない魚と言ってたらしい。へえ。で、いやいやギルとかの方が引かんやんと思うけど、同じサイズだったと考えた時にバスがもうダントツで引かないらしい。なるほど。だからね、海釣り楽しいよっていう話というゲーム性もあるよっていう話で、まあバサーの人が海釣りにも興味を持ってくれたら、でどうや海釣りやりたいとかタックル紹介してくれっていうのがあったので、はい。まあ僕の下手くそですけど紹介しようかなと。はい。で今回のこの説明は釣り岡の相違ですので僕の独断じゃないのでみんなが考えてやっていることを紹介します。はい。でまずロッドがソルパラ、メジャークラフトのソルパラ使ってます。これ宗男くんも使ってるし、キムはどうだ、キム違うか、宗男くんとユーピーが使ってるかな。これが初心者向けで、お手軽価格で多分1万何千円か、1万1000円2000円とかで、一番最初に買ったこれが、ライトショアジギング、ショアジギングとライトショアジギングってあって、ライトショアジギングっていうのはジグの重さがだいたい50g ぐらいまでの、なぜかエギがついてるなエギとなんかこれついてるのは気にしないでください。タコ釣りたかったんです。でちょっと軽めの、そうそう、軽めのがライトショアジギング、50g ぐらいまでで、100g 以上とか投げるタイとショアジギング、これがね 120g まで投げれるやつ、マックス。これがマックス 50g までって書いてある。でロッドは僕はメジャークラフトのソルパラがおすすめで、これにもいろいろあって、長さがね、俺のがねなんか10フィート何インチ、長いですか。多分 8. 点何フィートと 9.6 フィートと10点なんとかがあったんだ。そのくらいいろいろ3段階ぐらいあるんだけど、長ければ長いほどめっちゃ飛ぶ。遠くまで飛ばせる。遠くまで飛ぶけどしゃくるのがきつい。そのアクションを加えるのが疲れる。でショアジギングに限っては遠投すればするほどいい。遠くに飛ばすほど有利なので、まあ俺は疲れてでも長いのがいいと思って10フィート何インチかを買いました。でリールが台話だと3500番以上、3500番ぐらい。俺のがこれ何なんだろうナスキーかな、ナスキーって言うんだっけ、シマノのナスキー、シマノだは4000番ぐらいがいいって俺今言ったよね。言った俺は4000番です。でこれ HG ハードギアなんだ。ハイギアなんで硬いんですか。ハードギア、これハイギアでね、このリールもねいろいろあってね、俺的にはこっちのロッド、この4000番のロッドをこうさ、ワンピッチジャークって言って海釣りする時こうしゃくって回すの。この1回しゃくりの糸吹きを取るのがちょうど1周だから、こうなんかリズムよくできるんだ、こう同じリズムで。わかんない、それが何が良しとされてるのかは僕知れば、すいません、あんまり詳しくないんでちょうど一周がいいっていうわけじゃないとも思うし、巻き取りスピードが速い方がいいぜってわかんないけど、俺的には1回で一周がやりやすいなっていうだけですそしてラインが PE の1号か 1.5 号か2号、ライトの場合はね、で多分ブリとかさ、俺釣ったことないから偉そうなことは言えないんだけどなんか結構90センチとかあるようなブリでも 1.5 のラインで上げたって話はよく聞くので、多分 1.5 とか121でもいいと思います。僕は PE の 1.55 にしてます、こっちは。で
ルアーなんだけど、あ、違う。で、次にね、リーダーが絶対いるんだ。はい。リーダーとは、まあ、バサーでもまあ分かるけど。使う人は使いますもんね。うん。リーダーっていうのは、はい、PE に直巻きすると、はい、岩とかで PE ってさ、はい、熱とか擦れに弱いんだ。擦れに弱い。こういう、例えばここはブレークだとしたら、はい、もうわちゃわちゃしてるな。こうさ、こういう風にルアーが来て、はい、でここで魚がギューってやったらこの擦れですぐ切れるわけだね、はい、PE だと、はい、で逆にまあナイロンでもフロロでもいいけど、はい、俺ナイロン使ってるんだけど、はい、擦れには強いから、だから先の方魚が食った近い方はなんかナイロンとかフロロがいいらしいです。そうしないと切れます、はい、でじゃあなんで全部ナイロンでいいやんと思うかもしれないが、はい、PE って細いのに強いじゃん。だからめっちゃ飛ぶんだ。さっきも言ったように飛距離が勝負なわけ、ショアジギングは、はい、でさらにまあ当たりも分かりやすいし、しゃくった時にさ、こんくらいのだったらさ思いっきり引っ張ってもまあどんくらいだろう、多分1センチぐらい伸びてるんだ、結構伸びますもんね。これがさまあじゃあ1メーターで1センチ伸びると考えたら、はい、100メーター投げたら100センチ伸びるわけよ。100センチって1メーター伸びるわけよ、はい、だからこうさ全部ナイロンで100メーター投げて、はい、キュッてしゃくってもラインがビヨーンって伸びてるだけで、ルアーが動かないわけ、100メーター先では多分こんぐらいしか普通だったらビュッビュッってさせたいところがビヨーンビヨーンってなるっていう理由も聞きました。だから基本 PE で先をリーダー、ナイロン、フロロでやる方がいいらしいです。でラインが、16ポンド以上推奨らしいです。16ポンド以上、その PE が1号2号ぐらいだったら16ポンド以上ぐらいあったらいいんじゃないかなっていうらしいです。はい、僕はあくまで推奨、推奨らしいです僕は50ポンドか60ポンド使ってますでジグが、はい、ライトの場合は、はい、てかジグ僕おすすめがこれまたメジャークラフトの、ジグパラです。ジグパラ、これおすすめです。でイワシからなんかもう青が一番いいかなってでこれはですね、はい、パッケージから出して、はい、そのままお使いいただけますあれどっか広瀬マンがよく言ってた俺はそれに騙されてないわ買ったんだけど、はい、これがですねすごいプラスチックの部分ちぎる人初めて見ましたよこれさ出しにくいんだよ全部ルアーってでルアーがですねメタルジグですね、はい、もう鉄の塊です。もう鉄板、そうでさ、あとこれ以外だったらダイソーのジグもねめっちゃおすすめらしい。100円だけどこの動きが不規則すぎて逆に釣れるっていう伝説2ちゃんとかにめっちゃ書かれてた、でダイソーとかのする場合はここのフックを変えた方が絶対いい。フックはもうしょぼいから、はい、でここの本体はダイソーの使ってっていうパターンもあるけど、おすすめは僕はジグパラかな。でなんでっていうともう出したらそのまま使えますから。なるほど。いや基本僕さライトショアジギング勉強するときに、はい、広瀬マンメジャークラフトの動画で勉強したから、はい、ただそれの影響ってだけです正直言うとだけどでね青物釣るときはね、はい、アシストフックこれだけでいいんだ。青物っていうのは頭から食ってくるらしい。後ろから追ってくるんじゃなくて頭から食ってくるから、はい、青物狙いのときはこれだけでいいらしいけど、はい、実際僕ら1年間頑張って青物釣れたのはサゴシぐらいで他にもさいろいろまあヒラメも釣ったり、はい、まあエソであったり、はい、その根魚、はい、クエとかアコウとか、はい、まあ旗系の魚とか、はい、釣れてんだけど、そういう魚はだいたいトリプルフック、タチウオとかもか後ろから食ってくるんだよね。だから俺は青物しか狙わないぜって人はもうこの状態でいいと思う。根がかりも少なくなるし、で市販のやつこの状態が結構多いんだ。とかもアシストついてないやつとか、ね、そう割合的にはこのセットが一番多いかな、はい、トリプルなしのこれで、でそれをまた別個で買ってまたくっつけるのもめんどくさいし、で僕はトリプルありをおすすめするからね。青物全然釣れないからさやってる間にクエとか、まあ根魚釣れたり荒株とかもそうだけどエソとかヒラメとかラッキーで釣れた方が面白いから、これをまあ根がかりしてロストはしやすくなるけど、で大体 40g 投げるかな、40か50、
上手な人とか最近よく知り合いになって、上手な人に聞くと大体40か50投げてる。やっぱそんなもんなんですね。多分青物を釣ってる人に聞いたらね、多分スタンダードなのはライトショアジキングのそれメジャークラのロッドでこれ投げるのが一番入門編かなと勝手に思います。それでも物足りないと。で僕がもう一個竿を持ってるんですが、これ1万ちょっとで、これがね、3000円から5000円ぐらいだったかな、多分そんなもん。1万全部でラインも買って、竿、リール、ライン、リーダー、ジグ買って2万前後だったかな、初めてするときに。でもう一個買ったのが、これが 120g まで投げれるやつ。これはライトショアジギングというよりかショアジギング。これね3000円で買いました。これが 120g まで投げれて、硬さは硬さとかはもうそんな概念じゃないんじゃないかな、分かんない。H って書いてあるから多分ヘビーっていうことなんだけど、でこれがね僕ラインね、PE の3号巻いてって、でこっちにナイロンの60ポンド、でシーラ釣りたかったんだよね、平戸で釣れるから。でシーラの水晶がね、なんかね長崎の漁港でね言ってあるんだ、確かね。そのある漁港は、そのシーラ釣って切ってシーラが暴れて定置網にかかって迷惑なってるから、釣り人はせめて何号って言ってたかな、3号か5号、そこの漁港は5号以上推奨っていうぐらい太いから、だから3号でもちょっと俺足りないかなと思って、またそのうち5号とかシーラ狙うなら5号とかにしたいなっていうのもあるんだけど、多分キムも3号使ってたかな。こんなセットだった、キムがヒラメ釣ったのはこれだったかな。まあまあそんな感じで、長くなったなそんな感じで海釣りをしています。でまあどうぞ。これが入門編っていう入門編です。で次はこのリーダーの結び方をご説明しましょう。なんか適当に結んだらね絶対にダメだから、絶対にそこから切れるから、FG ノットっていう結び方があったけど、もっといっぱいあってもっといいのがあるらしいけど、まあ比較的簡単でそんくらいしとけば安心だろうっていう FG ノットを今度解説して、その次にキャストの仕方、しゃくり方、まあこんな偉そうに言ってますけどまあエソしか僕はほとんど釣ったことあるの何だったかな。エソ、サゴシ、多分カマスとかアコウとか、まあだから青物とか全然釣れてないんで僕が言うことはしょうもないかもしれませんが、これは釣り岡の相違です。釣り岡は大体こうやってる。宗男くんもキムも旗だけ違うけど、宗男くんキム俺 UP はライトのロッドとヘビーのロッドで、まあ 1.5 号ぐらい3号ぐらいで 50g 以上投げる 50g 以下を投げるって2つ使い分けてやってます。俺40だけこっちのライトだけだもんね、旗の場合。それ以外全員このセットで、ラインもリーダーもこんな感じで、ジグもこんな感じ、トリプル付きで、まあこれは釣り岡の相違なので文句があったらキムに言ってください責任は僕には負いませんってことで、まあ次回また海入門編、次は FG ノット編ですか。 FG ノット編ですねはい、さよなら、お楽しみに。